大丈夫？また別れを経験するかもしれないと思うと、怖いですね。セッティングし直しましょうか。いえ、ここで引き返したくはありません。どんな結果になるのかはわかりませんが、私は受け入れる用意ができていると思います。ですから、大丈夫です。それに、きちんと向き合ってすっきりした気持ちで聖地にピットインしなければ、ずんこさんに顔向けできませんから。行きましょう。ええ。お願いします。ゆずる、入るわよ。どうぞ。ゆかりちゃん、どうして？お久しぶりです。来てしまってごめんなさい。そらちゃん、叩かれた理由はわかってるわね。見損なったわ。自分の子を守れなかったのに経営者なんか気取ってんじゃないわよ。ゆかりさんがどれだけ傷ついたのかわかってるの？ゆずるもマキも最低よ。覚悟しておくことね。レベッカさん、止めないで、まだ言い足りないんだから。もう、十分ですから。ありがとうございます。ゆかりさん、あとは見守っていてくださいませんか？わかった。すみません。お二人とも、一つだけ教えてください。私を残した理由、何か他にも、あったんですか？ゆかりちゃん、いや、全部手紙に書いた通りだよ。そうですか。私は、二人がいつかいなくなるかもしれないと思っていました。実は、たまたま話を一部だけ、もう私と一緒にいられないというくだりだけ聞いてしまいましてね。それはもうショックで、続きはとても聞いていられませんでした。怖くて、それについて話を切り出すこともできませんでした。それ以来、本当の気持ちは押し殺しながらも、もっと頑張って、早く大人になって、そうすれば一緒にいられるはず。子供ながらにそう自分に言い聞かせ、できることは少しくらい無理してでも取り組みました。成績の維持と向上、まあ、体育だけはダメでしたが、家事の手伝いも、バイトも、免許の取得と車の購入にかかる費用を自分で賄ったのも、全部、二人に認めてもらいたかったからです。離れ離れになりたくなかった。今となってはただの結果論に過ぎませんが、私は単に例の件について尋ねさえすればよかったんだと思います。そうしてさえいれば。なので、ただ私が早とちりしていただけで、きっと知らない理由があるものと思っていました。だから二人がいなくなったのは、仕方のないことだと割り切るようにしていましたが、後継ぎにできないから、理由はそれで間違いないんですね。ゆかりちゃん、ごめんなさい。ゆずるさんは一緒にいられるように頑張ったんだけど、どうすることもできなかったの。その点は理解できるようになりました。それでやむなく手紙とお金と私を残して出て行ってしまったと。全部、ゆかりちゃんの言う通りだよ。そもそも、僕がじいちゃんから指名された時に断りきれなかったのがいけないんだ。ごめん、守ってあげられなくて。ごめんなさい。いいえ、そうではありません。ゆかりちゃん、私は二人に謝ってもらいたくて来たわけではありませんから。わかってる。わかってません。ゆかりちゃん聞いて、もちろん、僕にこんなことを言える資格はないけど、しっかり償うよ。本当に、見捨てて、ごめん。ゆかりちゃん、ごめん。本当にごめんなさい。そうじゃないんです。私は、やり直したいんです。何を？私が、いえ、私たちが13年前にはできなかったこと。しっかり向き合って話し合いたい。私にとって二人は今でも私の親であることは変わりません。もう一緒にいられないのはわかります。だからって連絡も一切取れないなんて寂しすぎます。私、レベッカさんから二人の近況や会社のことを詳しく教えてもらいました。今の私なら二人に迷惑をかけないように立ち回ることはできるつもりです。だから、遠い親戚でも友人でもただの知り合いでも構いません。たまにお話しさせてもらえればそれで十分です。お願いです。私をお父さんとお母さんとつながったままにさせてくださいませんか？そうするにはどうしたらいいのかしっかり話し合って落としどころを見つけませんか？それがここへ来た理由。もしダメならそれでも私は大丈夫。受け止める用意はできています。お時間を取っていただけませんか？ゆかりさんはあれでよかったの？ええ、結果には満足しています。あとは手続きを進めていくだけですから、これでようやく追いかけっこは終わりました。レベッカさんには感謝してもしきれませんね。もう、ゆかりさんは優しすぎるんだから。私はゆずるもマキも許したわけじゃないわ。まあそう言わずに、私に免じてこれからも仲良くしてください。もう、仕方ないんだから。本当にどうもありがとうございました。これで心置きなくずんこさんのホームコースにピットインできます。明日もよろしくお願いしますね。ええ。あんた、懲りもせずまた来たのか。うちはずんこ東北と付き合いはねえよ。何度も言ってるだろう。分かったらさっさと帰んな。まあもっともお客さんってなら別だがな。へえ、相変わらず態度が悪いわね。ちゃんと調べがついてるって言ってるじゃない。それに今回はあなたがグーの音も出ないようなスペシャルゲストが一緒なんだから。
その姉ちゃんのことか。どうも、いい、よく聞きなさい。彼女はずんこ東北の唯一の弟子なのよ。ぐ何よ。別にただグーの音が出ただけさ。は何を言い出したかと思えば、ずんこ東北の弟子だって。あいつは弟子なんか取らねえよ。あ、へえ、詳しいのね。ああ、詳しいよ。だからってうちに出入りしてたことにはならねえだろう。これでもとぼけていられるかしら。お、こいつはすげえや。今時の合成写真は大したもんだな。もう、わからない人ね。だと、うちをまともに走れもしないくせに偉そうにしてんじゃねえぞ。失礼ね。これからきっと上手くなるんだから。もしもし、夜分にすみません。今、大丈夫ですか？はい、何かあったんですか？ええ、少々困ったことになりましてね。もしかして、うまくいかなかったんですか？いえ、両親の件は無事に終わりました。今はずんこさんの行きつけだったサーキットに来ているんですが、どういうわけか、オーナーさんがずんこさんとの関係を断固として否定するんですよ。へえ、クソ姉貴の呪いかなんかですかね。もしもし、師匠。失礼しました。そこで、キリタンから説明していただければ納得してもらえるかもと思いまして。わかりました。お話中すみませんが、私が確かにずんこさんの教え子であることは証明できますけど。ほう。ではどうぞ。はじめまして、私は、プライベートモーターショップ東北のオーナー、東北キリタンと申します。おお、あんたもしかしてずんちゃんの妹さんか？はい、生前は姉が大変お世話になりました。いやいや、とんでもねえ。ずんちゃんから話は聞いてたんだけどよ、こうして声聞かせてもらうのは初めてだな。はい、姉がそちらにいた頃はまだ小さかったので。だよな。ずんちゃんが引退してもう十何年だっけか。落ち着いたらまた遊びに来るっつってたのによ、死んじまって。ですよね。おかげで色々と大変でした。そうか。みんな元気してるか？はい。水瀬はどうしてる？よかったら代わりましょうか。おう、頼むよ。もう、くるっと手のひら返して、どういうつもり？まあまあ、こうして分かってもらえたんですから。もう、理由くらいは話してもらえるわよね。頼まれたんだよ、ずんちゃんに。私のことは伏せてくれってな。だが、ずんちゃん公認の教え子ってんなら話は別だ。最初からそう言ったでしょ。ずんこ東北の関係者ですとか、弟子でしたとか語るやつは腐るほど来たよ。ずんちゃんさ、よく言ってたんだ。弟子は絶対取らないってな。あら、どうしてなんですか？面白くなさそうだから、だとよ。なるほど。どうやって嗅ぎつけたか知らねえが、引退後しばらくは毎日のようにそんな奴らがうちに来てたんだ。まったくいい迷惑だったよ。まあプライベートでしょっちゅう出入りしてたんだ。足がつかねえ方がおかしいか。まあそういうわけだ。このことは秘密だぞ。特にソラッチ、ゆかりんに免じておまけとして聞かせてやったんだ。うっかり口を割るんじゃねえぞ。もう、失礼ね。それに、レディーに対して急になれなれしくしないでくれるかしら。別にいいじゃねえか。ずんちゃんの仲間なら俺にとっても仲間なんだ。まあもっとも、ソラッチみたいなひよっこは別だがな。ゆかりさん、こんな奴は放っておいてさっさと行きましょう。あら、いいわね。あいよ、ちょうどフリーだ。金さえ払ってくれりゃ気が済むまで走ってくれて構わんよ。なんだかすみませんね。いいってことよ。なあ、ゆかりん、行く前にちょっといいか。なんでしょう。見せたいもんがある。これはタイムですか？そう、こいつはずんちゃんが叩き出したベストタイムさ。ま、タイム自体は大っぴらにはしてねえけどよ。表に出してんのは俺が適当に走って出したダミーだ。この13年間レコードアタックなんて数えきれねえほど見てきたんだけどよ、結局誰もずんちゃんのタイムには届かなかったのさ。どうだゆかりん、せっかくうちに来てくれたんだ。挑戦してみないか？もちろん今すぐにとは言わねえ。ゆっくり考えといてくれ。どうかしら。ずんこ東北のホームコースは。私が全然知らない世界ですね。峠と違って車とドライバーの差のごまかしようがなさそうです。ずんこさんはこのような舞台で走り続けていたんですね。そうよ。来てよかったです。改めて感謝しますよ。じゃあ、戻りましょうか。名残惜しいけど、これで聖地巡礼はおしまいなのね。まだ残っています。そう？ええ、現状ではそこにご案内できるのは私だけです。もう一つの聖地とでも言いましょうか。興味ありませんか？もちろん。どこかしら。楽しみ。お疲れさん、もういいのか？十分満喫させてもらったわ。マスターさん、先ほどの件ですが。もうやるか？はい、やらせてください。オーケー。ねえ、一体何の話？実は、ずんこ東北のレコードタイムにゆかりんが挑むのさ。まだ隠し事してたのね。ゆかりんにはちゃんと伝えたぞ。で、いつやるんだ？それについては準備と練習が必要です。皆さんの助けが必要ですので、相談させてください。もちろんよ。だ。なあゆかりん、タイムアタックなんだぜ。
重りなんか乗せなくてもいいだろ失礼ね。すみませんね。どうしても彼女には隣に座っていてほしいので。大丈夫です。結果は必ず出しますから。う。わかった。いいか、ソラッチは絶対邪魔すんじゃねえぞ。もうそれくらいわかってるわよ。レベッカさん、タイムアタック自体はあっという間に終わってしまうでしょう。よそ見してはいけませんよ。わかったわ。では最後の聖地巡礼、始めましょうか。勝手ながら卒業試験とさせていただきます。すげえ、ズンちゃんそっくりだ。懐かしいでしょ。ああ、あの頃を思い出すな。いける、ゆかりんなら。ええ、あの人ならきっと離れ技をやってみせますよ。すごい。もう一つの聖地ってそういうことね。もう何が何なのかわからないけど、ゆかりさんならいけるわ。こいつは驚いた。ぴったり揃ってやがる。ゆかりん、最初からそのつもりだったな。だと思います。あの姉さんって表に出さないですけど、こういう粋なところがあるお人なんですよ。タイムは揃える方がはるかに難しい。ゆずきの姉さんらしいリスペクトだな。ゆかりさん、すごかったわ。聖地巡礼。ずんこ東北と全く同じタイムを出すなんて思いつきもしなかった。確かに誰でも行ける場所じゃないわね。そうですね。レベッカさんには随分と助けられましたから、ささやかながらお礼をしたつもりです。喜んでいただけましたか？ええ、今までの中で一番素敵な聖地だった。最高のプレゼントだわ。それは良かったです。こんなことを言うとあれなんですが、新記録を出すことはできました。でも実を言うと、そこに興味はなかったんです。私はただ、ずんこさんが見ていた景色を見たかった。それだけです。それに、レコードタイムを塗り替えるのにもっとふさわしい走り屋がいます。キリタンのことね。ご想像にお任せします。レベッカさんもその一人になれるといいですね。ありがとう。でもそれはキリタンに任せるわ。あら、どうして？私、走り屋を卒業しないといけないの。後継ぎだから大人になったらパパの会社に入ることになっているのよ。本当はずんこ東北みたいなレーサーになりたいのに、私が生まれる前から決まってるのよ。そんなバカバカしいことってある？レベッカさん。でも、ゆかりさんのレコードアタックを見ていたら、つまらない悩みに思えての。素直に受け入れるわ。私は私の意思で会社を継ぐ。別の形で夢を追えばいいの。その代わり、約束された権力と財力は存分に活用させてもらうわ。好きにやらせてもらうんだから。後継ぎ、お互い、いい迷惑ですね。ほんとね。忙しい中すまない。突然だったのでね。いえ、本部長。幸い、先方は君の支部から近い。私も明日にはそちらに行くが、君には取り急ぎ先方へ挨拶と、打ち合わせのためのスケジュール確保を頼みたい。最優先で頼む。承知しました。これは大事になりそうですね。そうだな。今回の案件は、我が社にとってまたとない機会だ。先方は春野グループという企業と業務提携していてな。聞いたことありませんね。ああ、私もだよ。調べさせたんだが、英国で指折りの大企業だそうじゃないか。社長直々の指示が下ってな。本社は大慌てだ。嬉しい悲鳴が上がっているよ。簡単な仕事ではないが、確かな実績と信頼関係を築き上げれば、社長の悲願であった海外進出の大きな足がかりとなる。結果を出せば、君にも本社での相互のポストが約束されるだろう。期待している。はい、ありがとうございます。くれぐれも先方には粗相のないようにな。お任せください。手土産よし、メイクよし、笑顔よし。行きますか。まったく、ソラちゃんには驚かされるよ。行動力の塊みたいな方ですからね。おかげでスムーズにことが進みそうです。来週には試作のリアウィングがそちらに届くと思いますので、キリタンに思う存分テストさせてあげてください。わかった。フィードバックを楽しみにしています。姉さん、お客様です。すぐ行きます。すみません。ではまた連絡しますね。マキさんにもよろしくお伝えください。あお待たせしました。ゆずきさん。どうぞ。ショップ東北オーナー、泉さん。事前の連絡は受けていませんが、どういったご用件でしょうか。この度はご挨拶と次回のご面談のお願いに参りました。それでこれは心ばかりの品ですが、皆様で召し上がってください。ご用件については承りました。ですが、そちらは受け取れません。そんな遠慮なさらずに。私が絆さんから食べ物を受け取ろうとしない理由、お分かりですね。はい。何も仕返しをしようというつもりはありません。きちんといい仕事をしていただければ、絆さんに関してはそれで結構です。よろしいですね。はい。夜空に輝く星に向かって
立ちすくむ花と青く光る花、今の私はどっちなんだろう、言葉を失った君が見ていた景色は何色、燃え尽きるまで輝いてた、あの花ボロボロになっても立ち上がる意味があの場所にあった、答えを見つけに来た